皆さんこんにちは、ジャーネです。ベトナム風コック島の後編が始まりますよ。島の南側サンワールドの様子をお届けします。ホントム島を結ぶ世界最長のロープウェイやイタリアの街並みを再現したサンセットタウンなど、朝から晩まで楽しめる場所でした。一緒に旅をしている気分でご覧ください。ではどうぞ。こちらのお店いただきます。すぐ目の前がビーナスホテルです。この手書きのメニューがいいですね。アイスカフェラテが 45K です。で、アボカドが 55K です。スクランブルエッグのバインミーです。 35K です。ではいただきます。パンがサクサクして美味しいんです。オーナーさん、すごく感じが良かった。ごちそうさまでした。ティンカウ寺院の近く、ビーチがありますのでちょっと見てみます。これたらいの船で皆さん移動してましたね。皆さんこんにちは、ジャーネです。今どこにいるかというと、ベトナムのフコクにいます。今ね11時40分ぐらいなんですが、今29度、最高29度で25度最低になります。本日これからどこ行くの、ジャーネさん？今日は昨日ですね、朝から深夜にしては動きすぎたんで結構疲労が溜まっております。はい、朝から晩まで遊んでしまいました。はい、それは動画上げてますので見てください。はい、今日は、南の方のホテルに移動します。はい、その前にこの近くをちょっと散策しています。はい、近くにお寺があったので行ってみます。イノシシに見える岩があるそうなんですが、行ってみましょうかね。私たちが泊まってたホテルは真ん前ぐらいでしょうかね。航海の安全を祈願する寺院で、海の女神ティエンハウの像があります。ここには灯台もございます。そんなに透明度は高くありませんね。そこで釣りをしているおばさんがいます。ここがイノシシに見えるという岩です。見えますでしょうか？見えるっちゃ見えるか？あまり見るところがないので帰ります。喉が渇いたので近くのカフェでドリンクをいただきます。抹茶がいいんじゃない？はい、グリーンティーミルク、抹茶ミルクティー 30K です。そうそう、こういったプリンが入っております。グラブが来ました。ホテルまで移動しております。今まではプーコックのちょうどど真ん中にいたのですが、参加します。アジア一長いロープウェイなどがあるので楽しみです。ベトナムトラベルパスというものをグラブで登録すると割引が受けられますので、これは皆さんぜひ覚えておいた方がいいと思います。後で詳しく説明します。25分ぐらい走って約1400円でした。今回お世話になるミランホテルで、右側の部屋を予約したけどどこかな。朝食会場はこちらです。高い部屋だったら見れるのかな。受付と朝食はここなんですが、私たちのホテルはここから5分ぐらい先だそうです。ホテルのスタッフからバギーで宿泊所まで送ってもらいました。だからシービューだから海見える。こちらのホテルの一部屋をなんか契約してるみたいです。なのでシービューの部屋でちゃんと海が見えると言ってました。ちょっと先ほどのホテルは心配でしたが、こちら OK ですね。 S3 です。 S3 エレベーターではカードが必要です。ここはマンションなので暗証番号を押してドアを開けます。ここにパスワードが必要です。ではミラノホテル、これからルームツアーを始めます。とっても素敵なホテルですよ。お部屋は普通ですが、そんなに広くないですか？これキングベッドだよね。何が素敵かというと、さっき見ちゃうんですよ。このベランダです。このシービューです。うわ、ここですよ。ここすごい。何があるかというと、3回もショーが見れるそうですよ。花火も見れるということなんで楽しみです。ケーブルカーの今はすぐそこです。歩いていけます。最高ですね。お金を出すといいですね。1000円ですけど1泊。ここに3泊します。9階ですが、結構高いですよね。ここのいいのはですね、この洗濯機あるところです。このベランダを干せますので、これが目当てで借りました。はい、私はここでビールを買ってきて、ショーが3回も見れるのが嬉しいです。いいね。もう飲むことを考えています。最高です。ベランダには2つの塔の椅子とテーブルがございます。洗濯ハンガー。マンションのワンルームを買い上げてるという感じです。2ドア冷蔵庫があります。ウォーターサーバーがあります。で、テレビと収納も結構ありますね。
鏡台があって、ここにも引き出し等がございます。収納結構あるね。上に布団とかも入ってます。はい。下にも収納引き出しがございます。タオルは毎日交換していただけます。アイロンもございます。あとこちらミニキッチンがあります。ちょっと上から見ていくと、そうですね、鍋とかお皿とかが少々ございます。電子調理、この下には電子レンジが設置されています。キッチンは至って普通です。あとここにコーヒー、紅茶とカップヌードルがありますが、これはフリーです。水回りを見てみましょう。水回りは透明ガラスのシャワールームです。ロールスクリーンは置いてきます。はい。ボディーソープとシャンプー。なんかシャワールームから花火は見れそうですね。ここには歯ブラシ、コームとひげ剃り、綿棒が置いてあります。これも毎日交換してくれるということです。トイレです。はい。以上でルームツアー終了いたします。これ真ん中にあるステージでキスオブリッジのショーが行われる。ちょうどよく見えますね。多分これ入場料は3000円ぐらいするみたいです。マウンテンビューはこんな感じです。アウェイクンシーという水上ショーが17時から15分間行われます。ジェットスキーとフライボードのパフォーマンスです。マンションから夕日も見えます。これからスーパーマーケットに買い出しに行きます。ここのサンレジデントシティは同じような建物がいっぱいあるので、泊まってるとこをチェックしていかないと戻ってこれなくなるかもしれません。でもね、お店結構クローズしているというか入ってないんだよね。ムーンマートっていうところの隣も、いやー、ちっちゃなマーケットです。ミニマートです。造作が欧州の真似をしております。どうしたんでしょう。どうしたんでしょう。ここは上手に作ってますね。ライトアップされた時計台に来ました。ちょうど鐘が鳴っております。なんかリボンをかけた塔があります。4000円ぐらい、水上ショーここでやっててみんな見てましたね。からずっと下がこのプールとか、どこのプールなんだろうね。ね。いたいた、来た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 。行っちゃいました。月が見えてます。映ってるかな。夜のショーはやはり見れないようにここについたてが敷かれてるようです。見たい方はこちらからお金を出してビーチ行ってください。すごいね。すごい綺麗だよ。ここ綺麗ですよ。クリスマス。クリスマスのムード、南国のクリスマスです。なんか暑いからクリスマスって感じしないけど。居酒屋バー。居酒屋バー。はい、誰もいません。うまい。見る場所、見るほど、見る場所。イルミネーションがすごい。ケーブルカー乗り場はコロッセオみたいな外観になっていると言われていますが、それがここのようです。このお店、チェイクアウトできるの聞いてみましょう。あとどれ？なんか上？オアキスオブシーのチケット売り場です。これはベランダから見ますよ。ケルマイロマイみたいなローマの雰囲気。私たちの泊まってるホテル、アパートメントはこのどこかみたいです。一番てっぺんに屋上があるのかな。なんかほら、なんか渡り廊下みたいなのがあるけどね。ちょっと一本に入るともう幽霊ビルです。の前に見える建物も幽霊ビルです。ピザ美味しそうだ。このアパートメントのすぐ近くでピザを買ってきました。258K です。約1500円です。生地をね伸ばして入ったんで冷凍じゃなかったみたいです。今日はこの景色を見ながらいただきます。最高です。あとは相棒が、どうしてもつまみとビールが欲しいというのでビールを買ってきました。ビールは 15K です。コーラも 15K、 このお菓子も 15K。 皆さん乾杯しましょう。
ショーのイメージを画像化してみました。ご参考まで。こういう景色を見ながらいただきます。始まったよ。約20分ぐらいのショーの一部をご覧ください。9時になりました。次のショーが始まります。何かちょっと見えますでしょうかね。ドームのところになんか字幕が出てます。中に入らないと見れないかな。ひょっとしてここのかなり高層階だったら見れるかもしれないけど、20階19階ぐらいでしたらひょっとしたら。ということで、このマンションの屋上に来てみました。この日は屋上のドアが開いていたため、この位置から見ることができました。約45分間の SF ラブストーリーが上演されてます。正規入場料金は約6000円ですが、ここから無料で見れちゃいます。もちろん時間とお金の余裕ある方は入場してみた方が楽しめると思いますよ。ショーの最後にはまたまた花火が盛大に上がります。いやー、どんだけ上げるんだと。20階の屋上からの眺めです。実際21階でしょうか。20階は使われてないんですね。屋上もなんか工事現場みたいなところ抜けて上がってくるんで、なんかあんまり公開してないような雰囲気がします。花火が終わるとラブラブ映像が映ってました。ミランホテル？ミラン。Yes. Thank you. こうやってカードで来てくれました。おはようございます。ジャーネです。今日は12月の3日です。今8時くらいです。ベトナムのフーコックに来ています。27度で最高29度、最低27度になる予想です。今泊まってるレジデンスと実際のホテルちょっと離れてます。朝食だけはホテルの方に行きます。お迎えがちゃんと来てくれてます。今日はホンハム島の方にケーブルカーで移動してみたいと思います。もう来てますね。朝食会場から眺めもまるでヨーロッパ。でもヨーロッパこんなじゃないですけど、ブーゲンビリアの花が綺麗に咲いております。少し青空が見えてきました。朝食は前日にメニューから選んでおきます。なんか海鮮スープみたいにですね。これチキンだね。野菜をたくさん入れます。コーヒーと、スイカジュースです。美味しいね、あっさりしてて。これは海鮮分ですね。イカ、エビ、卵、あと牛すじみたいなのが入っております。優しい味。朝食後は宿泊先まで送ってもらいます。このパスワードを確認しないといけません。長いので覚えられない。これからロープウェイ乗ってコンハム島に行ってきますが、お天気はあまり良くないですね。なんか午後から雨になっております。ではロープウェイ出かけてきます。はい、今ホテルを出てきました。時間は9時22分です。ヨーロッパの街並みを歩いていきます。ホントム島までロープウェイに乗って移動します。チケットは KKD で事前に2名分8130円で購入。世界最長の海上ロープウェイでフーコック島とホントム島を結び、紺碧の海と島々の360度パノラマを楽しむことができます。
そして終点のサンワールドネイチャーパークではウォーターパークやアクティビティを楽しむことができます。エアコンは入っていないですが、窓が開いてて、ここから風が入ってきて涼しいです。約20分ぐらいで本トム島が見えてきます。ウォーターパークも見えてきましたね。しんちゃお。本トム島に到着しました。はい、今開発しているところです。よかったらお金のある大富豪の方、ここに一部屋いかがでしょうか。家を売ってます。不動産です。ロープウェイがフーコック島と往来しています。はい、今到着したところです。本トム島、右がウォーターパーク、左がザ・ミーパーク、こちらがアドベンチャーパークだと思いますので行ってみます。まだ開発途中の雰囲気があります。あれに乗って上から眺めてみましょう。360度回転しながら上がったり降りたりしてくるタワーです。と大盤、これがいいぐらいですか。イーグルから見た目ということでしょうかね。座れますね。ウォーターパークも賑わってきましたね。ただまだ開発途中のウォーターパークのなんか遊び場があります。奥の方はですね、本当にまだ建物建築中。はい。木のジェットコースターです。今動いてますね。はい、これ建設途中のビルです。海岸ですが誰も泳いでませんね。一応ビーチになっております。荷物置いたらプール行く前に行けばいいかもしれないけどね。はい、これいずれいろいろお店が入るなと思いますが、今のところガラガラ、ほぼ頂上かな。ここは11時から値段を見てみましょう。コーラが 30K、 スーパーで買うと 15K で、それ以外にはお菓子、これも 15K が40になっている、倍以上です。倍にせよ90です。そんな高くはないですね。ジェットコースターに向かってます。ここはね、子供とかシニアも乗れるぐらいのようなので大丈夫かと思います。はい、11時オープンなので10分ぐらい前で続々も歩いております。もう相当並んでるような感じがしますよね。今木製のジェットコースター乗ってきました。ジェットコースター自身は非常にレトロで楽しかったんですが、忖度ない意見を申し上げます。まずこのシステムがちょっとめちゃくちゃですね。なぜかというと、入り口で QR コードを見せるんですけど、それが携帯なんですよね。その携帯を QR コード見せたらまた携帯をロッカーにしまいに行かなくちゃいけないと。でもう一回入り直すと、本当に非効率的です。これ本当になんとかしてほしいです。ジェットコースター乗り場にどんな国にもあるような荷物置き場があるんですよね。だからそこを使えばいいだけなんですけど、そこを使わせてないと、なんかちょっと訳が分かりません。でスタッフが少ないので大混乱しております。ちょっと厳しい意見ですけれど、これは本当に改善してほしいところでございます。はい、ここからスタートします。戻ってきました。小学生でも乗れるようなレトロなジェットコースターでしたよ。時間11時45分ですが晴れてきました。南国の青空が見えてきました。アクアトピア来ました。こちらでプール遊びたいと思います。アクアトピアの方がたくさんあります。こちらはほとんど完成形のような感じがします。入ってきました。ロッカーって書いてますね。ロッカーの差そんなに感じません。容積が倍なのかな。スモールが50、ディポジット50、100K です。300円は戻ってきます。天気が良くなってきたのでプール日和です。今回はちょっと考えて撮影しながら乗るのは難しいので最初に撮影しようと思います。今度全部外せばいけますね。やり方分かったので。ビーンワールドはボートを自力で上に持っていきましたが、サンワールドは乗り物は機械で上げています。後で乗ってみますよ、これも。来た。楽しそうですね。
クイーンコブラ、キングコブラって書いてあります。違うんだよね、これ。これ曲がってないですけど。あ、違うよ、これもスーッと落ちてくるだけじゃないですか。リフォルメしてますが、このような感じですよ。これは子供用ですね。うわーのゴリラに水が玉を通していきます。ランチ食べ行きます。いやー、結構楽しかったです。結構乗ったよ、4つスライダー。結構乗ります乗りました。結構厳しいところがいっぱいあるんで、忘れないうちに行くと、一つはこういうファスナーとかこういった金属があると乗れないものがあります。今ウォータースライダーがたくさん乗ってきましたが、このビーチシューズは非常に役立ちます。脱がなくてもいいので、海に行くにもこういったウォーターパークもあるとやはり便利です。こうやってホテルから来ましたので、そのまま帰れます。ブーゲンビリア、青空が映えます。はい、いいですよ。いいです。いただきますか。まずはチケットに含まれている無料のビールを注文します。こちらでビールを交換してもらいました。まずこちらのカウンターで、QR をスキャンしてもらいます。それからこちらのお姉さんの方でビールをいただきました。チケットに含まれてます。皆さん忘れずに飲みましょう。乾杯。はい、皆さんも乾杯しましょう。最高です。サインスを来ました。美味しそうです。これが 90K です。90K。中を開けると、お肉とかもやしとかお豆とか入ってます。あとこれですね、香草が入ってるので、どう食べるかというと、これに巻き巻きして食べるんだよね、きっとね。そう。タレをつけて食べます。はい。そう、私がやるとでかいね。これにつけて食べます。はい、いただきます。ホットケーキの粉っぽい甘みがある皮に。ウォーターパークに入って左側と右側に更衣室があります。ロッカールームも。で、私たち左側を使いました。左側の方が空いています。右側は非常に混んでいます。参考まで。これは両方ともトライしていったところです。どっちが怖かった？右。なんかグリーンの方がスリルがあった気がします。次はフローライド。今、みのりジョニーのところに来ました。ちょっと見てみましょう。うまいじゃん。なんかめっちゃいいじゃない。はい、パラダイスベイ。ここからの風景が結構綺麗なので行ってみます。後ろにロープウェイが見えるので、ここも先ほどこの浮き輪に乗ってきました。相棒が結構流されて全然動けなくなっていました。サンワールドのウォーターパーク、なかなかいいんですけど、突っ込みどころが多すぎますね。なぜかというと、いろいろな時計とかなんか全部外さなくちゃいけないんで、時間が分かんないんですよ。だから本当にいろいろな人に携帯見てるだけで「今何時教えて今何時?」おありがとう聞かれるんですよ。確かに私たちも先ほどまでは時計持っていなかったんで、いや何時か分かんなくてお腹空いたねって言ったらもう2時になってたんで、こう時計をねあちこち置いてほしいですね。タッチして開きました。はい、このロッカーのキースモールを返却するとディポジット 50K が返ってきます。はい、ディポジット返ってきました。今日もたくさん遊びました。いつまでこんなことできるんでしょうか。疲れます。ここだよ、行ってきたの。行ってきたとこだよ。疲れました。まあエントランス入るまでもレストランやお土産物屋がちらほらあります。たい焼きあります。はい、10円なんとかもある。See you again。また会いましょう。混んでますね。危ない。まだまだです。ここでもやっていきます。さようなら。今4時半ですか。
Jazz meets tropical charm, Sunset Bazaar Kata, мерцающий в огнях, еще более яркий.到着です。到着しました。はい、楽しかったです。楽しかった。遊び尽くしました。ここですよ。感じでしょ。マンゴージュース 60K、こちらのマンゴーで買いました。すごい濃厚。濃厚。私は泊まってんのね、この辺の9階です。7時15分ぐらいですか。誰もいません。今日はちょっと人が少ない感じがします。はい、キスブリッジまでやってきました。ノースウィングとサウスウィングあるんだね。これ、XRD からいいって。そう、ショーの時間はダメだって。今キスオブブリッジの、サウスゲートだっけ。ずーっとこの画面でいう右側の方にここら辺行ってきました。KKD のチケットの時間が間違っていて入場できることになっていたんですよ。でもやっぱりこの、シンフォニーショーの時間は入場できませんでした。ちょっと KKD にクレームを入れます。これ私たちだけじゃなくて他の人たちもね勘違いすると思うんで、はい。ということで、今晩も部屋のベランダからショーを見ます。椅子がね、一つしかないんですよ。なので、また、別居椅子スタイルで食べるしかないということです。これエースコックなので、意外と美味しいんです。今日しかキスブリッジ行けないんですよ。1日券なので。だから、これでショーが終わって帰ってきます。毎日開催される花火とショー。こんな体験初めてでした。フーコックありがとう。お財布に優しい宿でこんな贅沢をしました。ここのホテル1泊朝食込み6000円でしたよ。じゃあね、おすすめの宿です。最後のショーが終わりに近づいてきました。それではキスブリッジに向かいます。ブリューハウスはサンクラフトビールが飲める場所みたいです。今日もコロッセオの前を通ってきます。そうだよ。今度はサウスウィングに来ました。先ほどはノースウィングが入れませんでした。はい、ロープウェイとこの橋の共通チケットなので当日しかキスブリッジに入ることはできません。17度、やべえ、雨降ってきた。ここでいろいろレーザーのショーとかやってました。私たちが泊まってるところはちょうど上。わかるかな。振り返るとこういう風な建物でなかなか斬新的なデザインです。キスオブブリッジの先端ですよ。イメージしてください。ここがキスオブブリッジの先端です。この近く。このぐらいしか距離はありません。50センチと言われています。なんか大きな地震があったらつつきそうですが。相棒の天向です。私たちがいるところはこの辺です。そうね、ちょうど反対側から見るとショーのドームはこう見えます。キスオブブリッジまで行って30分ぐらいこのまた丘を登ってきました。シニアにとっては酷な今日は2番歩近く歩いて、なおかつ2番歩のうち、ウォータースライダーとかに乗ったり、この丘を降りたり登ったり、階段が半分ぐらい
多分3万キロに相当するかと思います。はい、帰ってまいりました。裏口から入ります。はい、Good morning。皆さんおはようございます。ジャーネです。本日12月の4日です。今ベトナムのフーコックにいます。これから朝食会場に向かいます。今8時なんですが、今27度で最高28度、最低26度になる予想です。今日も曇りですが青空が見えてます。ミランホテルの朝食会場に着きました。今日はポークライスを頼みました。ベトナムつけ麺、ブンチャを頼みました。炭の香りがする。なんでだろう。卵がある。ただのライスかな。これはあまり美味しくないライスです。お口に合わないって言ってる。うん。ハンバーグです。スープは甘じょっぱいです。甘さの強い。美味しい。ドリンクはスイカジュースを食べました。私たちが泊まってるミランホテルのこれは受付だけですけど、ここは水屋さんもやってるみたいです。田沢、目の前はこういう風にもう閑散としてお店が入っておりません。フーコック島はベトナム政府とビングループが開発した失敗した島と言われているのが、こういった風にテナントがほとんど入っておりません。ここも全部空っぽです。空っぽの街です。海側に来ても空きがいっぱいです。あとは歩いてて思うのは、テナントが入ってないのもそうなんですけど、観光客もほとんど歩いてないんですよね。この乗り物にもほとんど乗っていないというような状況です。ロープウェイの周りだけですかね、賑やかなのは。ほんの一部だけです、賑やかなのは。無料のシャトルバスも走ってるんですけど、本数が少ないのであまり利用価値がないかもしれません。もっとね、多く頻繁に走らせれば活気づくのような気がしますが、どうなんでしょうか。この近辺だけでは利用価値があるかもしれません。時刻表です。T はなんか値段が決まってるみたいです。ルートで1人 15K。海沿いから少し内陸に入ってくると、いきなりちょっと風景変わって街みたいになってきてます。大きな何か相棒がマッサージ屋見つけたようです。サロンマッサージとかあります。何かわからないけどね、こちらの人こういうとこでみんな道路を見ながらコーヒー飲んでる人が多いです。はい。これでいいんじゃない。これで150円、150円だよ。ちょっと 5K だよ 5K。いやー、ドリンクも、サラダドリンクもこんな安いよ。作られてますね。すごい大きな道路があって、3車線の4車線の道路があります。はい、マネーエクスチェンジって書いてあります。ここは比較的レートがいいということなんで歩いてきてみました。まあ、日本のマークもあったんで大丈夫ですね。了解しましょう。もう一度ここで確認します。シンプルに、815。カラフルな建物がある方が海側です。全くここから手前は別エリアです。サロンマッサージ、なかなか建物がよく言えばアンティーク、悪く言えばでもボロボロという感じです。入り口どこだろう。こちらです。あ、値段見てみましょう。フット30分が150、ボディが390、60分。日本語メニューもございます。今モロコシ茶をいただきました。昼間なので空いてます。ボディマッサージ60分受けます。全くメニューもわからないけど入ります。こちらでいただきます。どこ？先ほど行ったお店は朝食だけで、今ドリンクしかサービスしてなかったので、隣のお店行きました。超ローカルのお店です。お魚、空心菜、肉入りの豆腐、あと牛肉、あとエビ、あとライスとスープです。いただきます。値段はいくらかわかりません。付け合わせの空心菜。朝のご飯より美味しい。生姜とお肉ですね。このお魚高そうです。誰も食べてませんでした。高いのかもしれない。これが高いのかもしれません。タラみたいな。いつもわかんないとか始める。このエビのやつも案外美味しいかも。このまま食べてる。ミンチが入ってます。美味しい。味が濃くない、全体的に美味しいよ。日本人好み。はーい、ごちそうさまでした。はい、140入ります。
スムージーできるまでの間、お茶のサービスもいただきました。はい、これを買いました。1986というお店です。30K です。180円のマンゴースムージーです。はい、雨が上がってるうちに帰りましょう。コスメティック、フランス、ジャパン、さくら。よく見るとこういう看板はいろいろなところに出てます。ミランストリートにいます。ミラノ通りです。街の風景はとてもいいです。この時間はライトアップしてます。どうなってるのかなと思ったけど壊れていなかったです。はい、よく見るとね、立体的に作ってるんですよ。ラフェスタ。こちらがナイトマーケットみたいです。そうそうそう、こうバーベキューとか焼いてます。チェンダイソーセージみたいなのがあります。そこに埋まるような青ざ着たお姉さんがいます。ずーっとどのぐらいあるかな、300メートルあるんでしょうかね。チャーシュー麺、はい、ミクシュアっていうところはチェーン店ですが、どこでもあって安いです。美味しいよね、これね、比較的。ベトナムのセレクトショップだ。お土産とか。中はスーパーのみたいになってます。これ入るときはカバンを結束バンドで縛られてしまいます。こちらが夜市の入り口のところです。今ずっともう歩いてきちゃいましたが、これから戻ります。で、振り返ると今朝行ったハローマッサージというのがすぐこの辺にあります。この木の裏あたり。ここでダーパをして帰ろうと思います。雨が降って強くなってきました。トッポギってないよ。これは食べられないです。さんが作ってます。卵入れるのが美味しそうだったんで、お姉さんが作ってる。おー、いろいろ入れてくれてますね。花火が上がってます。ちょっと木が邪魔して見えません。今すごい降ってきました。私たちは傘を持ってきてるのでいいのですが、ちょっと気づきませんでしたが、レーザーで私たちが泊まっているレジデンスにもハートが映っていました。見えるかな。屋台で買ってきました。トッポッキチーズ 35K 丼です。ライスペーパーサラダです。これが 30K です。ライスペーパーサラダロール 30K です。全部で 95K ってことは100と600円弱ですね。はい、やっぱり電子レンジがあるといろいろ重宝します。これが25、25です。うえって辛そうな。おえってからさ、トッポギいただきます。味濃っ。食べられません。もうこれだけ。どういうこと？これも辛いんじゃないじゃん。私は辛いの苦手だから全然食べちゃいけるかな。いけるんじゃないこれ。ライスペーパーはさ、色がついただけで。これつけるんじゃない？これはいけます。さ、味濃くてみんなやばいね、これ。ご飯が必要だけど。これはね、さっき作るとき見たんですけど、結構ナッツとか入ってるんですよ。だから香ばしい。これ美味しい。なっちゃった。今日が始まった。今日もある一軒のバーが大音量で音楽を流しています。こういうのはどうなんでしょうかね。合いませんね。皆さん大迷惑してると思います。誰も注意しないんでしょうかね。隣のホテルで静かに暮らしたい人もいると思うんで、街づくりをもう少し考えた方がいいと思います。余計なお世話か。部屋からはこんな感じで見られます。フーコック島最終日のあふれんばかりの花火です。しっかりと目に焼き付けて帰ろうと思います。3日間花火を間近で見たのは初めての体験でした。ショーは毎日1日3回開催されます。最後のショーは入場料を払って会場で見た方がいいかとは思います。雰囲気はここからでも十分感じることはできました。花火はこの部屋からしっかり見ることができました。ここのホテル名と部屋のタイプはこちらになります。ご参考まで。12月の
の5日です。今8時くらいです。Good morning. しんちゃお。本日の気温ですね。今26度、29度まで上がって最低気温26度になる予想です。本日はこれからどこ行くの？今日は朝食の後11時頃チェックアウトしてフーコック空港から飛び空港、これはハイフォンですね、ある空港まで移動して明日のパロン湾クルーズに備えます、今日も曇りですね。Thank you。 中を見てみましょう。ポークとちょっと野菜が入っております。ほんのりパンは温かくて外はちょっとカリカリ、中はちょっとふんわり。よし。キャビンゼロクラシックプロ42リットルとシノとロンで収めてます。私たちは1ヶ月以上の旅でもこれで大丈夫。こちらも超便利なカバーです。カバーにもなるし袋にもなる。預け入れ荷物の時は活躍します。使い方は2通りあります。1つ目の使い方はカバーとして使います。2つ目の使い方は袋として使います。リュックにすっぽり入れられますよ。ここの余裕の部分に荷物を足すことができます。今日の飛行機では1人分のみ追加料金を払って乗るので、これで出来上がり。なんでこの方法を取るか教えてください。私たちは1個だけ、預け入れ20キロのチケットを買っています。7キロ。今荷物を減らしたので7キロ以下になっております。そうすることによってこちらだけは機内持ち込みができるようになります。これが7キロを切ってるので、多分、12、3キロになってるんで、これは機内預けに荷物にすると、ということです。はい。ありがとうございました。じゃあメニューのパッキングでした。はい。11時になりました。フーコックをアパートを離れます。ありがとうございました。ではまたいつかお会いしましょう。待ってください。空港に向かって出発しました。今回トラベルパスを使っているので 25% 引きで比べました。966円です。腹マッサージの通りと、あと昨日行ったローカル食堂の前を通ると思います。これはい、ここです。昨日行った食堂入ってますね。昨日行ったコーヒーショップです。入場料で20系120円プラスされました。これ現金で払いました。果たしてそれが正しいのかどうかわからないけど。はい、国内線の出発ロビーはこちらです。とりあえず入りましょう。スペシャルサービスですよ、ここは。フーコック国際空港は国内線と国際線が一緒になっております。で、来てちょっと感じたのですが、国内線側はガラガラです。しかし国際線側はもうめちゃくちゃ混んでます。なのでフーコックにはベトナムのホーチミン経由、ハノイ経由とかで国内線で入って出た方が多分楽なんだと思いますが、セキュリティ通って左側にすぐフーコック2とまっすぐがフーコック1が見えます。どっちがいいでしょうかね。さすが1に入ってみましょう。書いてあるか？ありますね。ドリンクがあります。ビールもあります。フォーがあります。いろいろあったかいのがあって、フルーツサラダ等がございます。
ガラガラですね、こちらはね。プーコックのラウンジでの食事です。乾杯。皆さん乾杯しましょう。プーコックはパールが有名なのかな。このような貴金属を売ってるところがあるってことですね。バーガーキングとかアーバンマーケット、こちらこっちです。まだ14年かしか経ってない空港だと思います。はい、チェックイン始まりました。これからハイフン寒い地方向けて出発いたします。33の席です。プーコックからハイフン1の機材はエアバスの A321 です。後部席を取ったのですが、ここはリクライニングができませんでした。これから離陸の滑走路に入っていきます。プーコック島からハイフォンまでの航空券代は1名分のみ20キロ荷物預け入れにして2名分で 11,397 円でした。約2時間でハイフォンのカットビ空港に到着しました。寒いだーって言われちゃいました。そうだね。はい、まあジャパニーズしないともう韓国人か中国人か。こういう私は台湾人です。そう今流行ってるあれ。それほど中国人と韓国人が多いベトナムです。まあ明るいうちに乗りたいね。たどり着きたいね。今乗ってきたベトジェットです。次回は世界遺産ハロン湾1泊2日のクルーズ旅をお届けします。ティートップ島の頂上から見下ろす石灰岩の絶景、スンソット洞窟で出会う圧巻の地下空間、そして食べきれないほどのベトナム料理に心もお腹もいっぱいになり、旅はまだまだ続きます。皆様のいいね、コメントが励みになっております。ぜひチャンネル登録して次回の動画もお見逃しなく。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。